こんにちは。お元気ですか？今日は12月の17日の水曜日ですね。もう今月ももう年末今月もっていうか今年も年末っていう風に言っていい時期になりましたね。もう17日、さっきカレンダーを見たんですけどね、ちょうど1週間後が24日。もうあと1週間でクリスマスなんだって思いましたね。で、さらに2週間後が31日だったんで、もう今年はあと2週間しか残ってないんだなっていう風に思いましたね。本当に早いなって思います。まあね、私もね、最近外に本当出てなくて、もともとあんまり外には出てなかったんですけども、スーパーに行くくらいしかね。でも冬になってきたらね、やっぱ寒くて、もう外に一歩でも出るのが億劫で、スーパーに行かない日も結構増えちゃったんで、3日に一遍ぐらいかな。2日間引きこもりをして1日スーパーに行くみたいなね。もうね、引きこもりが拍車がかかっちゃって、全然外に出てないんですよ。だから外に出たら、このクリスマスっぽい何かがあったりするのかななんて思ったりとかするんですけども、もう一歩も外に出ないし、もちろん人とも会わないからね。なんかそういうのが全然わかんないんですよね。でもさっきカレンダー見てね、あと1週間でクリスマスじゃんっていう風に思ったんですよね。クリスマスイブか、24日だと。だからね、毎年ね、別にクリスマスだからってね、本当に何の考えもなく何かをしようとかね、そういう気も全く起こらないんですけども。普通に一人で生きてるのでね。ただ、なんだろうな、クリスマスだから今日はケーキ食べちゃってもいいよね、みたいな。なんかそういうね、よくわかんない、許しが出ますよね、その日とかってね。今日クリスマスだし、この甘いものをいつもより多く食べちゃおうかなとか、なんか、そういう時だけ、自分の中での、クリスマスの風が吹くっていう感じがします。でも、ここ最近スーパーとか行ってもね、特にクリスマスっぽい何かを見たっていう記憶がないんですよね。もしかしたらあっても、なんていうか自分の中ではあんま関係ないから、目に入ってないのかもしれないですね。視界で捉えてても脳がスルーしてるっていう状態なのかもしれないですね。ちょっと今日はね、夕方スーパーに行こうかなと思ってるんで、その時ね、スーパー内で、なんかクリスマスっぽい何かが売ってたりとか装飾とかあるかなっていうのをチェックしてみようかなって思いますね。もう私の中でね、唯一、クリスマスを感じるのが、スーパーとかコンビニのね、なんか飾り付けみたいなね。あとは、このクリスマス限定商品とかね。あとはなんかよくお菓子とかがね、パッケージだけクリスマスっぽいやつになったりとか。でも最近はそういうのないか。やっぱメーカーもね、そのクリスマス過ぎたらっていうのもあってコストもかかりますもんね。でもね、そういうのをね、ちょっとスーパーに行ってチラッと見て、クリスマスだなとか、この絵かわいいなとか、そういうのをね、楽しんでもいいかなって思ったりしてます。なので今日はね、寒いから外出るのめんどくさいけど、ちょっとクリスマスっぽい何かがスーパーにあるかもしれないし、楽しいかもしれないからめんどくさいけど出かけようっていう気持ちです気持ちです。なんかね、今日はね、午前中仕事をしてても、なんかいまいち集中できないというかね、乗れないというかね、気分が乗らないというかね、なんかやりたくないなって思っちゃったんですよね。だから、このやりたくないって思いながら何かをやってると、それに対してできた成果物の質が落ちそうだなと思って、なんか見た目的には無難に、きちんと、やることをやった。いつも通りやったっていう風に見えてたとしても、やっぱりなんか自分自身に熱量もないし、なんかやっぱ出来上がるものとかはね、成果物はなんか良くない気がするんですよね。だからこうちょっと無理にやるのやめようかなと思って、ちょっとやめて午前中は YouTube とかね、適当に楽しいなって思えることをね、やったりとかしてました。
あとね、この前、気分転換に、本買ったって言ったじゃないですか。柚木あさこさんの短編集。なんかね、買った後ね、まあ3話ぐらいはね、短編集なんで、3つのストーリーくらいは読んだんですけど、なんか集中できなくって、文字を読む集中力が出ないんですよ。なんかもうなんか気持ちがモヤモヤして、やっぱりショート動画とか、まあ、ショートじゃなくても YouTube とかで、もう普通にあっちからこのエンタメを提供してくれる受け身でこう楽しめるものに頼っちゃったりとかしてて、なんか本を読む集中力すらうまく出てこないみたいなね。そんな感じで、こう、なんかね、こう、自分をうまく整えられなくて、なんかこう、もやもやしてましたけど、まあ場合によってはね、もう休んでもいいのかなってちょっと思ったりしましたね。まあサラリーマンだって週に2日休んでるので、私もこう、なんか今日ダメだっていう日はね、ちょっと休んでもいいかなって思いましたね。まあ日中休むとね、意外と夜ぐらいにちょっとやる気が戻ってきたりとかして、まあね、まあ私はね、完全に一人で仕事もしてるので、例えば夜8時から12時までやったっていいわけなので、なんかこう、っていう気分の時は素直に休んでもいいかなと。で、夜になってもね、別にやる気が起きなかったら、こう何もせずにぐうたらして、こうなんか楽しいことをしたりとか、まあ、もしくはこう気持ちよく寝れば、まあ、その分ねこうエネルギーが補充できるっていう意味ではとても生産的だなって思うので、まあ、そういう風にしようかなと思ってなんか最近はちょっと、なんでしょうね。私もなんかモヤモヤしてることがいろいろあって、まあ、すがすがしい気分じゃないので、多分、脳みその中を一つの部屋だと考えたらいろんなものがごっちゃらしてるんでしょうね。こう片付けられないみたいなね。まあ、片付けられないし、こう、押し入れにしまい込めばいいってもんじゃないし、みたいな、そんな感じですね。まあそんなことを思いながらも、まあね、もう今月も今年も終わりだなって思ったりとかしましたね。まあスーパーに行って今日は何かお菓子とかロールケーキとか買っちゃおうかななんて思いますなんかね、昨日もちょっとうわーっと思って、なんか、まあ最近ずっとうわーって思ってるんですけどなんかこういろいろこうやる気も出ないし、なんかこうご飯作るのもめんどくさくて、昨日はインスタントラーメン、袋麺とかを食べてましたね。あのいわゆる札幌一番的なやつですね。なんかこう袋麺とかは私にとってはちょっとお菓子と同じジャンルっていう感じなので、なるべくこうなんて言うんだろう、3食の食事っていうより娯楽で食べるっていう感じですね。なのでこうなんかうわーって思った時、なんかこう妙にこうそういうインスタントのラーメンとか食べたくなるので、こうそういう袋麺っていくつか買い置きしてるんですけど、最近はその買い置きがね結構消費されちゃってて、なんか良くないなと思うんですけど、まあしょうがないよねっていう感じです。まあ、ただね、前もちょっと言ったことあるかもしれないですけれども、なんかうわーって思った時、なんかジャンクなものとかカップラーメンとか食べたくなるっていうのあるじゃないですか。で、その時せめてものあれなんですけども、カップラーメン食べたいって時に、袋麺を食べるようにしてます。札幌一番とかのね。カップラーメンとかよりもまだこういろいろ添加物はまだ少ないし、あとは調理の仕方によっても若干減らせるし、あとはねこうネギ入れるとか卵を入れるとかね、若干こう栄養ももちろん取れますので、この何でも全部ダメっていうよりも代替が効くのであれば、その代替できる数パーセントまだいいでしょっていうもので変えましょうみたいなね気持ちがあるので袋麺を食べるっていう習慣がついてますね。うん。あとはこういろいろさつまいもとかそういうこのいわゆる自然のおやつとかですね、そういうのも別におやつじゃなくてさつまいもでも全然いいわっていう気分な時はそっちを食べたりとかして、なので基本的に我慢はしてないんですけど、
なんかこう同じようにたくさんカロリーを食べて、うわー食べたいっていう時に食べるんだったら、どうせこの贅肉増やしてデブになるんだったら健康的にデブってやろうっていう気持ちがね、いつでもあるのでまそんなことを考えたりしながら、昨日もね、うわーって思いながら袋麺にネギをたくさん入れて食べましたネギっていうか刻んでストックしてあるやつね、包丁とか使いたくなかったんで、刻んでストックしてるネギを最後にわーっていっぱいかけて食べましたね。そんな感じで、何が今日喋りたかったのかな。いや別に喋るようなネタがそもそもないんですけど、なんですかね、最近あんま外に出たくないなって思ってたことぐらいですかね。外に出てないからなんかこう特別物事が起こらないっていうのもあるんですよねもうね、2週間後には年末年始か。なんかどうしようかな。今年あと2週間しかなくて、なんか一つでもこう毎日最近ダメなのは分かってるんですけど、なんか区切りよく何か一つを達成したいみたいなことは気持ちはありますね。何かっていうのは何か自分でもよく分かんないですけどなんか気がついたらなんかなし崩し的に2020年25年が終わって2026年になんていうか同じスピードで平行移動するようにそのまま変わっていってしまうみたいなね。なんか自分の中でいやー2025年こうだったなみたいな、いや最後にちょっといろいろモヤモヤしたけどちょっと気持ちも整理できたし、よしこれで行こう、来年もこれで行こうみたいなね、何かができるといいななんて思ったりとかするんですけどね。そんな感じでなんかちょっと飽きたっていうのもありますよね。飽きたっていうか引きこもりすぎててそれに飽きてるっていうのもありますよね。でもだからといって外に出るのはめんどくさいし、なんか嫌なんですよね。人に会う機会もないし、なんですかね、やっぱなんか周りに人間がいる人ってちょっとやっぱいいなって思ったりしますね。会社員とかだったらね、会社行けば同僚とかいるんでいいんですけど、なんかもう本当にここまでプロぼっちを極めるとはね、思ってもいなかったですからね、私の人生今はね、私もプロぼっちでもうぼっちオブぼっちのぼっちキングとして生きてますけどなんかね、本当に仕事でも誰にも関わらないし、関わらないっていうのは本当に関わらないんですよ。なんかよくフリーランスとかで、なんて言うんだろう、いわゆる、その取引先とかなんか、誰かに関わってとか、人と何か連絡取ってとかそういうのあるじゃないですか。もう私はあくまで本当に完全に自分で何かをやって自分で何かをして、もうそれで、収入になるかならないかなので、びっくりするほど一人なんですよね。だから仕事も完全なぼっちを極めてるし、この日常生活でも一人暮らしで、家族もいないし、もちろん恋人もいないし、もちろんってつけちゃったのがちょっと良くないですけど、恋人とかそういうのもいないし、友達は遠方にはいますけど、この周りには基本的にいないし、ただね、スポーツジムに通ってた時は、そこで仲良くなった人とかとね、定期的に会ったり、スポーツジムで会ったりとか、ごく稀に外にご飯食べに行ったりとかすることあったんで、若干人との付き合いはあったんですけど、1年ちょっと前にスポーツジム辞めちゃってから私本当にびっくりするぐらい一人、こんなに一人すぎてメンタルやばくなるんじゃないかって思うぐらい一人なんですよね。やっぱりなんていうか本当に喋る機会もスーパーとコンビニでクレジットカードでお願いしますとかエディでお願いしますっていうだけなんですよね、この喋ることが。だからこうやってね、私が今自分の YouTube チャンネルでね、本当に日常生活の人に話しても何も特に生産性もなければ、特に気づきがあるわけでもない何でもない一人語りをただただ喋ってるっていうのも、やっぱり私が喋る機会がないから
ちょっとこうメンタル的にとか、あとは人間性的にとかね、ちょっといろんなものが退化してってやばいなっていうのもあって、ある意味こうエクササイズ、もしくはリハビリテーションみたいなね意味で自分のチャンネルで勝手に喋ってるっていうのはありますね。なのでね、こういう風にネタがなくてもとりあえず喋るんですよ。ネタがなくても。うん。尻滅裂になってもいいので、とりあえず喋るんですけど、そんな感じで、今回も今日も喋ったなっていう感じですね。だって別に今日喋ることなくって、せめてね、スーパーに行ってなんかしてたら、今日こういうのが売ってて、こうですねとか、これくらいの値段が上がって物価が上がってますねとか、そういうことぐらいは言えたかもしれないんですけど、ここ最近ちょっと引きこもり、昨日も引きこもりで、一昨日も引きこもりですみたいな感じだと、マジで毎日、なんか喋ることはなくなっちゃうんですけど、なんかね、そうそう、人間と喋るのは本当大事ですよね。そうそう、そんなことを思いました。ということで、それではまた。